ジャパニーズポッドキャスト with 桜子。皆さんこんにちは、桜子です。ジャパニーズポッドキャスト with 桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など日本の日常を日本語でお送りしています。この動画にはすべての漢字に振り仮名と英語の翻訳がついているので、リスニングやシャドーイングに活用してくださいね。皆さんが好きな日本食は何ですか？今回は日本といえばで取り上げられる寿司をテーマにお話ししようと思います。寿司は日本を代表する伝統的な料理の一つですね。寿司という人もいれば、頭におをつけてお寿司という人もいます。おをつけることで少し丁寧な印象になります。私も日頃はお寿司と言っています。寿司は酢飯に魚介類や野菜を合わせたシンプルでありながらも最高の、まさにシンプルイズベストな食べ物です。よっぽど生のお刺身にアレルギーとかある人じゃない限り、お寿司を嫌いな日本人はいないんじゃないかなってくらい、日本でもお寿司は人気です。寿司は酢で味付けしたご飯、シャリの上に新鮮な魚や野菜、卵などのネタを乗せて食べる料理です。見た目が美しく、食材の新鮮さを生かしているため、シンプルながらも非常に奥深い味わいがあります。日本だけでなく、今では世界中で愛され、特にアメリカやヨーロッパでもとても人気があります。海外旅行に行くと日本食のお店も見かけるので嬉しく感じます。寿司の歴史について少し紹介します。現代の寿司、特に握り寿司は江戸時代に当時の江戸である東京で誕生しました。当時は屋台で手軽に提供されていたファストフードのようなもので、現在のように洗練された形になったのは、そこから徐々に改良が重ねられた結果です。こうして誕生した江戸前寿司は、今でも寿司の代表的なスタイルとなっています。寿司には多くの種類があります。握り寿司はお店で食べることが一般的ですが、お祝いなどの時に家庭で食べることが多い寿司というのもあります。代表的な握り寿司、巻き寿司、ちらし寿司、押し寿司、いなり寿司、手巻き寿司の6つの寿司を紹介します。1つ目は握り寿司です。皆さんがイメージする寿司は多分握り寿司です。握り寿司は酢飯を手で握り、その上に新鮮な魚や貝、エビなどのネタを乗せた寿司です。最もポピュラーで、寿司屋のメニューには必ずと言っていいほどあります。醤油を少しつけて食べるのが一般的です。軍艦は海苔が外側に敷いてありますが、落ちやすいイクラやウニなどをシャリに乗せているので、握り寿司に近いでしょう。2つ目は巻き寿司です。巻き寿司は海苔で具材とシャリを巻いた寿司です。細巻きや太巻きなどがあり、サーモンやツナ、キュウリ、アボカドなど様々な具材を使って作られます。海外で人気のカリフォルニアロールも巻き寿司の一種です。キュウリを巻いたものをカッパ巻き、マグロを巻いたものを鉄火巻きといい、どちらも人気があります。3つ目はちらし寿司です。
ちらし寿司は酢飯の上に刺身や卵焼き、野菜などの具材を散らした寿司で、見た目がとっても華やかです。家庭でも手軽に作れるため、祝い事の際に食べることが多いです。ひな祭りなど家族イベントでは彩りよく見た目も華やかにしてくれます。ちらし寿司にのせる刺身は決まりはありませんよ。ただ彩りを考えてマグロの赤色、サーモンやイクラのオレンジ色、ハマチやタイの白色などが使われることが多いです。他にもエビはエビのように腰が曲がるまで長生きできるようにと長寿を願うなど、縁起の良い食材をふんだんに使ったりもします。ちらし寿司は混ぜご飯みたいな感じなので子供にも人気があります。4つ目は押し寿司です。押し寿司は四角い型に酢飯と具材を詰めて押し固めた寿司で、関西地方でよく見られるスタイルです。形が整っていて美しい見た目が特徴です。サバの押し寿司など駅の構内で売っていることがあります。生の寿司より日持ちがするので手土産にも重宝しますよ。5つ目はいなり寿司です。いなり寿司は酢飯を甘辛く煮た油揚げの中に詰めたもので、肉や魚を使わないためベジタリアンの人にも人気があります。家庭でもよく作られ、お弁当にも適しています。駅で買えるお弁当、駅弁の定番商品でもあります。我が家でもよく作りますよ。味の染みたいなり寿司はとても美味しいです。いなり寿司の名前の由来は、稲荷神社の使いである狐が好む油揚げを備えていたことに由来しているそうです。6つ目は手巻き寿司です。手巻き寿司は日本の寿司の一種で、円錐型に巻いた海苔の中に酢飯や具材を入れたカジュアルなスタイルの寿司です。手で簡単に食べられることから、その名の通り手で巻く寿司という意味があります。手巻き寿司は特に家庭やパーティーなどで親しまれ、自分で具材を自由に選んで巻いて楽しむことができるため、外国人にも人気があります。家庭でする手巻き寿司パーティーは、刺身に加え卵焼き、焼肉、サラダ、貝割れ、カニかまぼこなど具材も様々です。マヨネーズもかけたりして一味違う寿司のスタイルを楽しみます。意外と刺身とマヨネーズがあって美味しいですよ。私はコーンマヨネーズや焼肉サラダの組み合わせも大好きです。寿司を食べるときにはいくつかの基本的なマナーがあります。まず醤油はネタの部分につけるのが一般的です。シャリに醤油をつけるとご飯が崩れてしまうので注意しましょう。またガリと呼ばれる甘酢漬けの生姜は寿司の合間に口直しとして食べるものです。と言っても寿司を注文してから出来上がるのを待っている間につまんで食べたりもしますよ。寿司は箸で食べることもできますが、特に握り寿司は手で食べても問題ありません。実際昔は手で食べるのが普通だったので、どちらでも気軽に楽しめます。あまりマナーを気にしすぎると、せっかくのお寿司も美味しくなくなっちゃうので、深く考えすぎなくていいと思いますよ。カウンターの寿司と回転寿司にはいくつかの違いがあります。まずカウンターの寿司では職人に直接注文し、握りたてを提供してもらう形式が基本です。お客様の好みやリクエストに応じて細かな調整も可能なので、特別な体験ができるのが魅力です。一方で回転寿司はコンベアで流れてくるお皿から好きなものを取る形式が一般的ですが、最近ではタブレットを使って注文できる店舗も
も増えており、手軽に新鮮なネタを楽しめるようになっています。また、雰囲気や価格も大きな違いがあります。カウンターの寿司は落ち着いた雰囲気の中で、職人の技術を目の前で堪能できるため、特別感や高級感があり、価格も比較的高めです。それに対して回転寿司はカジュアルな雰囲気で、家族や友人と気軽に訪れやすく、リーズナブルな価格設定が特徴です。さらに提供されるネタの質も異なります。カウンターの寿司では職人がその日の最高のネタを厳選して握ることが多く、質の高い魚介が楽しめます。一方、回転寿司では価格を抑えるため、量産しやすいネタや季節に応じたお得なネタが多く提供される傾向があります。このようにカウンターの寿司は贅沢な体験や特別な味わいを重視し、回転寿司は手軽さや楽しさ、リーズナブルさを提供するという違いがあると言えます。日本人はどんな時に使い分けるかというと、子供がいる家族連れや友人と行く時は回転寿司が多い印象です。カウンターの寿司は高級店が多く、ネタの価格が時価といってその時々によって変わります。予算がはっきりわからない場合も多いので、利用する人はお金持ちの人や大人の記念日デート、特別な時くらいではないと正直気軽に行けるわけではありません。最近では気軽に行ける明瞭会計なカウンターの寿司屋さんもあるので、私も行ってみたいです。寿司の最大の魅力はそのシンプルさにあります。新鮮な魚や海鮮を使うことで、素材本来の味わいを楽しむことができ、日本の四季折々の食材を堪能することができます。特に旬の魚を使った寿司は季節ごとの風味を感じられる贅沢な一品です。また、寿司は健康にもいいとされています。魚は良質なタンパク質やオメガ3脂肪酸を豊富に含んでおり、健康にいいとされています。酢飯に使われる酢には消化を助ける効果があり、食事全体として栄養バランスが優れています。食材の新鮮さにこだわる寿司はヘルシーで栄養価が高い料理として健康志向の人々にも人気があります。寿司は日本国内だけでなく世界中で愛されています。特にアメリカやヨーロッパでは独自の創作寿司が生まれています。カリフォルニアロールやドラゴンロールなど、伝統的な寿司とは異なる具材や調理法を取り入れたスタイルが人気です。これらはアボカドやクリームチーズ、揚げ物など海外の食文化を反映した寿司です。これにより寿司は各国の食文化に溶け込みながら進化を続けています。海外旅行に行くとお寿司のお店もあったりして、創作寿司の写真が飾ってあって私も嬉しくなります。寿司はシンプルながらも奥深い味わいが楽しめる日本の伝統的な料理です。握り寿司や巻き寿司など様々な種類があり、食べ方にも独自のマナーがあります。また、寿司は健康的な料理として評価され、世界中で愛されています。各国でアレンジされた創作寿司も増えており、寿司は今や日本を超えて世界の食文化の一部として進化を続けています。寿司の魅力を知れば知るほど、そのシンプルさの中にある深い味わいと歴史、そして日本ならではの美しさを感じることができますね。私も日本の魅力の一つであるお寿司が大好きなので、皆さんに体験してもらえたら嬉しいです。お寿司食べてみたいな、食べたことあるよって人はぜひコメントで教えてくださいね。どんなネタ、刺身、具材が好きかも教えてもらえると嬉しいです。今回のお話はここまでです。
最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。またねー。